こんにちは、あやこんです。感動的な武道館でのライブを終えて、またオニュのワールドツアーが動き出しましたね。10月30日のブラジル・サンパウロでのライブも大盛り上がりだったみたいで、SNS もすごく賑やかです。ちょっと時差になっちゃうんですが、あまりにも素敵すぎた台湾のカオシュンでのライブから、最新のサンパウロでのライブも少しだけ加えて、今回はSNS で見たライブの感想トークをしてみたいと思います。まずは武道館でのライブの熱が冷めやらぬ中行われた10月18日の台湾カオシュンでのライブ。もう皆さんライブの写真見ました？見ましたよね。あの衣装。私も SNS で写真を見るたびにいいねと保存を連打。気づいたら写真ホルダーがオニュだらけになってました。台湾でのオニュめっちゃセクシーで素敵でしたよね。ただの T シャツなのにどうしてあんなに色っぽく着こなせるの？数日前まで武道館でうさちゃんリュックを背負ってた人と同一人物とは思えません。 T シャツになると整った上半身のラインが覗けて本当にかっこよかった。しかもあの T シャツ袖がちょっとキュッてなってるじゃないですか。あのキュが上腕二頭筋を強調してて、もうサスペンダーの小技もナイスアシスト。もう完全にやられました。完敗です。オニュって柔らかくてふわふわした雰囲気なのに、衣装の下には魔物のような筋肉を隠し持ってる。そのギャップやばすぎません？武道館の初日で過去一の美女来たって思ってたのに、まさか数日で更新されるとは。台湾で生でこの衣装を見た方、羨ましすぎます。というか、生きて帰ってこれてますか？ノーパラシュートではスモークの中から大魔王が登場したみたいなラスボス感で、あれも最高にかっこよかった。そしてライブ中の衣装では赤いジャケットも復活してましたね。武道館で着てた白いジャケットも王子様みたいで素敵だったけど、やっぱりこの赤いジャケットも見たかった。しかもこの赤いジャケットシルキーで着てたんですが、台湾のシルキーやっばかったですね。いつもはベッドの端に横に座ってるオニュ。ソウルでも日本でもそうでした。でも台湾はなんと縦座り。ずるいって声出ました。くだらないって思う方もいるかもですが、横座りと縦座りって全然違うんですよ。縦座りの方がリラックス感があって、より大人っぽくって、もうセクシーすぎる。あんなに可愛い顔で歌ってるのに、終盤には膝立ちまでしてて、もうダメ、これ以上ダメってなりました。はい、ちょっと興奮しすぎました。気を取り直して赤いジャケットの話に戻りますね。あのジャケット、丈が短めでオニュにぴったりですよね。首元や袖に長いリボンがついててすごい可愛いです。でも魅力ではこの赤いジャケットをバッと脱ぎ捨てて白いブラウスでガシガシ踊ってくれてましたよね。脱ぎ捨て方まで男らしくてもう最高でした。しかも動画を見るとその瞬間もう会場の悲鳴がすごくて、オーマイガーって叫んでる人もいて、もう共感しかないです。そしてブラウスの胸にはピンクのお花、ピンクのコサージュ。台湾公演のドレスコードがピンクだったからですかね。なんか説明してたみたいでしたが、そこまでは確認できませんでした。わかる方がいたらぜひコメントで教えてください。アンコールでは長袖 T シャツにグッズのユニフォーム。武道館初日のアンコールに似た雰囲気でしたね。台湾ではライブの後にアフタートークイベントもあったみたいで、椅子に座ってお話ししたり、ちょっと歌ってくれたりとかしてました。ライブの後にトークってなんか斬新ですよね。最近の台湾ではトレンドなんですかね。とにかく台湾のライブすごかったですね。日本からも参戦した方たくさんいたんじゃないでしょうか。私はお留守番組でしたが、写真や短い動画を見てるだけでも夢心地です。実際に参戦した方はもう現実に戻れてないのではって思っちゃいました。そして上がりたてほやほやの10月30日ブラジルのサンパウロでのライブ。オニュがサンパウロでソロライブをするのは初めてです。セットリも少し変わってるみたいで、サークルやスターリーナイトもあるようでした。動画を見てみるとブラジルのジングちゃんたちの声が大きくって、もう本当すごかったです。
もうね、熱量が半端なかった。さすが情熱の国ブラジル。特にアニマルズのシドニー・サンパウロのところで、サンパウロをジングちゃんたちがこうサンパウロって言っていて、すごく嬉しそうでした。あとエビバディフィーリーのところもオニュもすごくテンションがぶち上がってる感じでした。スターリーナイトではブラジルのジングちゃんたちが慣れない韓国語で一生懸命歌っていて、頑張って歌ってくれてるって、その声に私でさえ胸がグッときました。オニュもみんなの熱い声に感動したみたいで、涙を見せる場面もあったようでした。その姿を見て、もう私も感動してうるうるしちゃいましたね。もう国境や言葉を超えて、もう思いって伝わるんだなと思って、音楽ってすごいなって思って感動しちゃいました。ブラジルのジングちゃんたちはもうそう簡単にシャイニーやオニュに会えるわけじゃないですよね。今回のライブでも11年待ったっていう方がいたそうです。その言葉だけで胸がギュッとなりました。ステージには花道もなく、大きなセットもスクリーンもダンサーさんもいませんでした。席によっては見えにくい場所もあったと思います。それでもみんな本当に幸せそうで、オニュに会えた、オニュの歌が聴けた、そんな感じの喜びがもう画面越しでもしっかり伝わってくるんですよ。そんな風に思わせてくれるオニュって本当にすごいなって改めて感じました。私たち日本のジングたちはあの武道館で3日間もあんなに幸せな時間を過ごせた。本当に幸せ者だなと思います。そして同時にこの幸せは決して当たり前じゃないんだ、また次があるなんて当然のように思っちゃいけないんだって思いました。この時間を、この瞬間をちゃんと大切に心に刻んでいきたいって思いました。そしてオニュのワールドツアーはまだまだ続きます。サンパウロの次は11月1日のチリ・サンティアゴ、11月4日のメキシコ、11月9日のパリ、そして11月11日のロンドンとまだまだ続きますね。移動距離もものすごいですが、オニュもそして各国のジングちゃんたちもどうか元気に楽しんできてほしいですね。ということで、オニュのワールドツアー、台湾のカオシュン、そしてブラジルのサンパウロのオニュザライブ%感想トークでした。ツアーはまだ続くので、またこんな感じで写真や動画から感じたライブの余韻をお話ししていけたらと思います。ということで、今回の動画は以上になります。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。